アイヌコタン入っていきましょう。名前が面白いな。これから戦略的撤退をする。北海道ありがとう。ほんと最高やった。北海道は YouTube 収益まだ0円やし。はい、帯広ベイブリッジ。この佇まいすごいな。インディアンなんや。北海道に関する答えが分かった日やったな今日。北海道に行った人がさ、感想言う時にさ、ウィーン少年合唱団のような心の底からの笑顔になってないところに俺は違和感を感じてはいたんやけど、これやな答えは。やりすぎやねん。都会や。都会入ろう。この都会でちょっと回復しよう。都会やー。ちょっと飯食おう。もう疲れたわ。14時56分、アイヌコタン到着。疲れたー。本日の現在までの走行距離がですね、すでに195キロということで、もうすでにギネスに申請できるぐらいのレベルになってるな。どれ？これがそれか。ちっちゃい。おお、オリジナル木彫制作販売機なんや。見ていくか。じゃああんまりやけど。こんにちは。こんにちは。袋や。紐だけ一本しゃべる。熊と袋多めやな。アイヌコタン入っていきましょう。名前が面白いな。アイヌコタンイコロ。もうすげえ。アイヌ料理とかあんのかな。アカンコアイヌコタン。彫刻民芸品が多いな。めっちゃ気持ち悪い音流れてる。アイヌコタンだいぶやばいな。楽しみ方が全くわからん。芋尻アイヌの犬。お、アイヌのガチャガチャがある。スーパーボールや。熊の家。熊とフクロウばっかり。床ぬぶり。ユーカラスト。アイヌのスバル。なんとも言えないな。ここダメだ俺。逃げよう。木彫りの彫り物しか置いてないから何を見ればいいのかよくわからんな。知性入り口。こういうの見とくか。読めん。この施設を管理するためにあなたのサポートを必要としていますという意味です。解説を解説してる人がいる。フクロウしかクマか。商売が下手やな。全然欲しいと思えるものがなかったというか、見たいと思えるものがなかったな。アイヌコタンはダメだ俺。ここで生活しているというよりは、ここが仕事やからここにいるって感じで、大内塾と雰囲気が似てるな。ビジネス居住タイプやな。アイヌなんてもういないのかもしれないな。はい、アイヌコタン終了。いまいちやったね。何を楽しめばいいのかよくわからんかったから早々に逃げよう。次はね、十勝高原牧場や。そこまでの工程が2時間6分ということなので、道東はね、一応ね、十勝牧場と帯広を見て終わりですから、そこから今日の宿となるホテルヌプカっていう、結局ゲストハウスやけど、そこまでまた帯広やから1時間かかるから、だいぶしんどいけどね、でもこれで道東終われるって思うとね、頑張れちゃう俺。はい、じゃあ頑張りましょう。残り2時間5分、113キロということで。もうこの時間眠いね。眠いんやけど、安物にもね、コンビニがないどころか自販機もないね。これがあとね、20キロぐらい続くんかな。これから戦略的撤退をする。内体高原牧場に行きたかったんやけど、やめる。疲れた。後日に回す。とりあえず今日は帯広入りっていうのを目的とします。鼻かゆい。虫鼻に入ったんちゃう？あれ？虫鼻に入ったかもしれへん。はい、ちょっと天候も怪しいから、もう内体高原牧場行ってる場合じゃない。これは帯広でインディアンカレーとか教えてもらったやつと、あとトンタ、豚丼のトンタがすげえうまいって聞いてるから、その2つを追番でいきたいと思います。でもね、やっと道東が終わったと思うとね、精神的に解放されたな。次移動する日は札幌に行きたい。どこや？函館や。で、やっと北海道を抜けれる。もう北海道ありがとう。ほんと最高やった。北海道はもう一生来ないという覚悟のもとに回りきった感がある。心が軽くなったな。解放された。あれやね、住むにもそうやけど、ツーリングするにも試される大地やね、北海道は。日本の一番暑いはずの時期でも全然寒いし、観光地から観光地へだいたい2時間移動してて、その間俺もうずーっと無言、神様みたいな顔して運転してる俺。多分動画にも出てたと思うよ。なんかテンション低いなっていうのが。でもね、テンション上げるポイントが少なすぎる。
目的地が先の先の先まであるんやけど、行けば行くほど帰りの負担も増えてげんなりするな。似たような目的地が続くし、似たような観光名所が続くし、道東にいる時にさ Google マップで自分の現在地確認してさ、ちょっと絶望するもんね。東京帰るまであと何日かかんねやろ。まあでもあれでしょ、東北と北海道は日本の中でも最も難易度が高いというか、でかすぎるエリアやから、そこを潰せたっていうのは一つあるな。いやーきつかった、道東はきつかったわ。終わろう、北海道終わりにしよう。もういい、マジでっかい道半端ねえ。肩が痛い。でもね、こんだけ体を起こしてると寒いねん。なんせ気温が11度ぐらいしかないからさ、すげえ寒いねん。じゃあさ風防がせっかくついてるわけやからさ、 ZZR1400 には。だからこういう風にするとさ、風があんまり体に当たらなくてあったかいんやけどさ、さらに肩が痛いねん。なんかさ、もう長距離バイクで走るってさ、いろんな弊害が体を蝕み始めてさ、車とやっぱ全然違うからさ、バイク乗ってる姿勢って結構大変やしさ、俺の膝もずっと痛いって言ってるしさ、やっぱバイク最高よな。きつい。帯広まで残り29分耐え続けるだけの運転をしないといけない。この地図を見てほしい。ずっと直線が続いてる。景色を見てほしい。ずっと牧場が続いてる。寒いし体は痛いし、運転はつまらないし、車に乗りたい。理想はオープンカーやな。車やとちょっと視界を遮られることもあるし、開放感が足りないから、オープンカーを運転するっていうのが多分一番理想的なんじゃないかと思う。北海道はもうさらに気分を味わいたいんであればトラクターとかでもいい。すげえいかちグラサンや。かっこいいかっこいい。あれもオープンカーやし、バイクはあかん。渋滞がないからバイクのメリットが何にもない。あかんわ、俺もうここまでや。残り23分もこのままの姿勢を維持し続けないといけない。想像以上に辛い。 YouTube 収益まだ0円やし、審査が全然通らへんし、辛い。1円にもなってない。審査遅すぎる。むっちゃクリーンな内容の動画やのに、もうすぐ2週間経つんちゃうんか。何をそんなに迷う必要がある。多分順番待ちやろうけど、想像以上に遅い。毎日動画上げてるし、チャンネル登録も増えてるのに1円にもならない。貯金は減ってる。俺の未来から希望が失われつつある。寒すぎるからおしっこ近いのに全然コンビニがない。もう一生来へん。はい、帯広市到着。マジで長かった。22万人都市確か。まあ繁華街はないでしょう、帯広には。とりあえず急ぎホテルに向かおう。もう俺は限界や。風邪をひく。はい、帯広ベイブリッジ。結構発展してんな、帯広。辛かったね。少し都会に身を置くことで大自然の色でを回復しないと。大自然に行くのはね、もう月1とかでいいよ。これエブリデイは無理よマジで。たくさんの車が走ってるし、牛がいないし、畑もない。嬉しい。はい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 。あ、むっちゃ発展してるやん帯広。言ってよ、こんな発展してんのやったら。もっと早く来たのに。締めにはいいのかもね。帯広、札幌、旭川、函館、帯広か。4番目の帯広で観光って感じでもないのかな。あんまり見どころはなさそうな感じやな。今日北海道来て一番辛い日やったわ。まあとりあえず帯広ではトンタとインディアンカレーが名物っていうから、そういうのを食べて、はい、ホテルヌプカ。嘘みたいな名前やな。さあ問題はどこにバイクを置くかやな。ちょっとそれは聞きに行こう後で。ヌプカ到着。人生最初で最後の帯広やね。はい、帯広駅前。そしてこちらがインディアンカレー。なんかね、帯広にしかないカレーチェーンらしくって、まあ東京でいうところのゴーゴーカレーみたいなもんやと思うけど、追番で行きたいと思います。まあ YouTube のコメント欄で結構おすすめをしてもらったから、そんだけおすすめしてくれるってことはうまいんでしょ。この佇まいすごいね。インディアンなんや。インディアンじゃないんや。帯広はね、そこそこ発展はしてるんやけど、人通りはそんなに多くないんよな。どこがなんか中心地かもようわからんから、もうちょっと歩いてからかな。とりあえずインディアン行くか。インディアンカレー終了。安い。とにかく安い。味はね、まあ普通やな。ゴーゴーカレーの方が好きやけど、453円でお腹いっぱいになる。カレー界の吉牛みたいな立ち位置にいるカレー屋さんやな。はい、じゃあこれから戻って動画編集するで。はあ、なんか俺もう自分の声聞くん嫌になったな。
はい、帯広名物豚丼のトンタ到着。ちょっとね、今日はあいにくの雨というか、もう数日雨が続いてるんやけど、帯広で足止めを食らっている状態で、駅前にホテルを取っているから、豚丼のトンタまで25分歩いてかけてきたね。遠い。ロースバラ盛り合わせ豚丼880円、すごいな。はい、豚丼のトンタ終了。むっちゃうまかったな。もう一生牛丼屋さんで牛丼食えへんわ。むっちゃうまかったわ。